ヒーローを目指す少年少女たちの学園青春ストーリーを描いた僕のヒーローアカデミア。あなたが好きな遊泳教師は誰ですか？酔うとうざがらみしてくる13号。ということで今回は遊泳高校教師陣の個性について解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンプクラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時、あなたはミッドナイトってめっちゃ強い個性だったんだなと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。ネズ校長の個性は動物が人間以上の頭脳になるハイスペックです。ヒロアカで一番頭がいいネズミ。個性が影響してネズミの姿をしているわけではなく、ネズミが超人的な頭脳を得る個性ハイスペックによって人間のように話せるようになった非常に珍しい例で、世界でも動物に個性が発現したのはネズ校長以外には確認されていません。ヒロアカ界の中でもかなりイレギュラーな人なんだね。このハイスペックは動物が話せるようになるだけでは収まらず、セキュリティシステムの構築や遊泳バリアの開発、銃器の操縦はもちろんのこと、警察やマスコミへの対応なども完璧で、個性によって差別される社会を正そうとする個性道徳教育にも多大な貢献をしたことで、世界的偉人として全人類から評価されています。単純な頭の良さだけじゃなくて人格的にも優れているんだね。知力、人格だけではなく未来を予測する先見の明にも秀でており、信楽と村の人格と行動パターンから個性が覚醒した際の進化予測をし、伝播する崩壊に進化することを予測した上で巨額の資金を投じて対策するという知力に準じた予知能力と決断力を有しています。少しでいいからハイスペックの個性を分けてほしいよ。個性使用訓練を担当するオールマイトの個性は何代にもわたって受け継がれる個性ワン・フォー・オールです。ヒロアカ最強個性。詳細については詳しい解説動画を上げているのでそちらを見てほしいのですが、オールマイトは遊泳教師として就任する直前に緑谷出久に個性を継承しているため、ワン・フォー・オールの残り火だけが残っている状態なので、現時点ではほぼ戦闘に役立てることはできないと思われます。戦力にならないとしてもオールマイトの生き様がみんなに勇気を与えてくれているよね。遊泳教師陣でもオールマイトの個性について知っている人物は少なく、ネズ校長とリカバリーガールの2人のみが事情を知っており、オール・フォー・ワンとの戦いで胃袋を全摘出しているため、食堂で同僚と一緒に食事をする描写はなく、一人で小さな弁当を食べている様子が見受けられます。年齢も60歳近いしレジェンドヒーローだし、ちょっと絡みづらいところもあったのかもしれないね。本編では語られていないのですが、小説版では遊泳教師たちと一緒に飲んでいる様子が描かれており、暴走してオールマイトにうざがらみしてくる13号や、オールマイトと置物のだるまを勘違いするイレイザーヘッド、中学生がドリンクバーでやるようなカクテルや調味料を混ぜまくってオリジナルカクテルを作り飲ませようとしてくるミッドナイトなど、遊泳教師たちは心の中ではオールマイトと一緒に働けることをとても嬉しく思っているようで、いつも以上に羽目を外しまくり大惨事になっている様子が描かれています。まさか13号とオールマイトが逆すぎトークで盛り上がる仲だったとは想像もしなかったよ。ヒーロー情報学を担当するイレイザーヘッドの個性は凝視したものの個性を発動させなくする抹消です。タイマンだと最強個性。抹消の個性を発動している最中は目が赤く輝き髪の毛が逆立つのですが、瞬きをすると解除されてしまうため、対信楽と村など一瞬の隙が命取りの戦闘では水を操る個性を持ったマニュアルとタッグを組み、常に眼球を水分で潤しながら瞬きをしないように戦う様子が描かれています。ある意味オールマイトやスターにも勝てるかもしれないチート個性だよね。学生時代は他人の足を引っ張るだけの個性とクラスメートからバカにされていたこともありますが、単独でも戦えるようにヴィランの拘束や立体起動ができるようサポートアイテムの総爆風を長年の訓練で極めたことで、ハイエンドの無相手でも渡り合えるような戦闘能力を手に入れています。普通に最強個性のような気がするけど、この個性に弱点はないの？強力な抹消の個性ですが、万能ではなく単純な目つぶし攻撃に弱いのはもちろんのこと、障子やスピナーのような異形型には抹消の効果が通じず、そもそも見ることができない葉隠れの透明化や
ビジランテのラスボスであるナンバー6の最終形態を相手にした時にも、プラズマ体で常に光り輝いている相手は凝視できないので個性が消せないと語っており、ゴーグルなどで対策はしているものの、どんな相手にも必ず通用する個性ではありません。身体能力が高い戸賀卑弥呼には普通に負けてたよね。英語を担当するプレゼントマイクの個性は大声で攻撃するボイスです。声がでかい人。同じく音で攻撃する個性を持っているジローが完全に上位互換と戦慄していることから、音系個性の中では最強クラスで、広範囲を一気に殲滅するラウドボイスは相手の鼓膜を破るだけではなく、全力を出せばドクターガラキの基地を半壊させ、ゴウクとスケールメールで強化されたスピナーを一撃で倒すほどの破壊力を持っています。単純な個性だけどかなり防ぎづらい攻撃だよね。ボイスの個性は戦闘だけでなくエンタメにも秀でた個性で、UA 体育祭やヒーロー仮面試験の実況を務めたり、毎週金曜日の深夜1時から早朝5時までプレゼントマイクのプチャヘンザレディオというラジオ番組の MC も務めています。プレゼントマイクって人生楽しそう。現代ヒーロー美術師を担当するミッドナイトの個性は大衆で相手を眠らせる眠りがです。なんて幸せな個性。この眠りがは発動すれば周囲一体を手当たり次第眠らせる効果がある非常に強力な個性で、どんな凶悪なヴィランでもガスマスクをつけていない限り問答無用で戦闘不能にすることが可能なため、相手を傷つけずに戦闘不能にすることが必須のヒーローに最も向いている個性とも言えます。ミッドナイトがいればセントラル病院防衛戦のボートたちも一人で制圧できてたよね。眠りがの麻酔効果は絶大で、吸った瞬間意識を刈り取るほどの効力を持ち、ギガントマキア相手でも効果があると本人が語っていることから、ヒーローサイドで唯一怠慢でギガントマキアに勝てる可能性がある個性なのは間違いありません。マキアは嗅覚がいいから一瞬で眠りそう。基本的に汗をかけばかくほど効果が増大してしまうため、制汗スプレーで効果を抑制したり、サポートアイテムの愛のムチやジュリセンを使用することで眠りがの効果範囲を絞り、乱戦にも対応できるようにしています。ムチやジュリセンは本人の趣味らしいよ。ヒーロー科1年 B 組の担任を務めるブラドキングの個性は血を操る蒼血です。強そうだけどいまいちよくわからない個性。自身の血を自在に操る個性で、血を対象に浴びせ凝固させることで拘束したり、血を固めて武器のようにすることで武装したりするのですが、個性が披露されたのは林間合宿でのダビ戦くらいで、本当の強さは謎に包まれています。見た目は完全に武闘派だけど、教師と生徒が戦う期末試験でも出てこなかったから、ぶっちゃけ強いかどうかわからないよね。もしかしたら最終決戦で B 組生徒を守るために活躍してくれるかもしれないですね。災害救助訓練を担当する13号の個性は全てを飲み込むブラックホールです。さりげなく最強個性の一角。指先から極小のブラックホールを発生させ、何もかもを飲み込み分子レベルで崩壊させるこの個性は主に災害救助の瓦礫を撤去するときに使用しているのですが、攻撃に使えばどんなヴィラン相手でもチリにできる個性です。死柄木の崩壊より凶悪な気がするんだけど。全面戦争に参加した際はエンデバー率いる茶空病院突入部隊としてドクターガラキの研究室を襲撃するも、覚醒した死柄木戸村の伝播する崩壊に巻き込まれてしまいます。伝播する崩壊に巻き込まれたのになんで生きてるの。13号は伝播した崩壊が侵食してくる中、崩壊し続ける瓦礫をブラックホールで吸い続けたことで大勢のヒーローたちが崩壊に巻き込まれるのを防いだのですが、瓦礫の一部が指に接触してしまったことで指を損傷してしまうものの、その後も戦場に駆けつけノームと逃走しようとする死柄木の行く手を阻み、3体のニアハイエンドを仕留めました。可愛い外見なのにガッツありすぎだよ。数学を担当するエクトプラズムの個性は分身です。見た目ヴィランの人。口からエクトプラズムを出し30人ほどに分身できる個性で、偵察から戦闘に加え危険地域での救助活動までこなせる万能個性です。ハンターハンターのもらうみたいな能力だね。最終決戦では分身をフル活用し、空飛ぶ UA 高校の突貫工事に貢献しました。あんまり目立たないけどめちゃくちゃ強い個性だよね。カラオケが大好きなようで、職員同士の飲み会で悪酔いしては
2次会のカラオケに誘おうとする癖があるのですが、カラオケに行くことで喉の調子が良くなると分身の数を増やせるようです。 UA 教師全員酒癖悪い説。現代文を担当するセメントスの個性はセメントです。見た目通りの個性。コンクリートを自由自在に操るセメントスは、都市部で戦えば絶大な戦闘力を発揮する反面、山や森などのコンクリートが少ない地域では弱体化してしまう弱点があります。無限にコンクリートが押し寄せてくると思ったら恐怖だよ。全面戦争では軍が山荘襲撃部隊に参加し、伊能解放軍の最高戦力下天を討伐した実績を持っています。見た目ギャグキャラなのにめちゃくちゃ強いよね。生活指導を担当するハウンドドッグの個性は犬です。見た目通りの個性。犬の特徴を色濃く反映したこの個性は、身体能力の強化の他に嗅覚も非常に鋭くなっており、索敵能力もかなり高く、UA に侵入しようとしたジェントルを発見逮捕しています。この人に追跡されたら怖すぎるよ。生活指導という役割から生徒たちから恐れられているハウンドドッグですが、教師同士の会話では基本敬語で話す礼儀正しい性格をしており、飲み会で酔ったとしても悪酔いをせず、骨の形をした箸置きを集めニヤニヤするという犬らしい一面も持っています。隅っこでニヤニヤしながら骨を集めるハウンドドッグ先生、ある意味怖いよ。サポート科を担当するパワーローダーの個性は鉄詰めです。 UA を支える天才教師。コスチューム開発のライセンスを持っており、初目メイに振り回されながらも面倒見がいい彼は、なんだかんだ言いながら初目の無茶に付き合っている優しい先生です。見た目と言動はかなり怪しいけどね。両手につけた鉄詰めの掘削力は凄まじく、モグラのように地中を掘り進む個性なのですが、本人の適性は個性を使った戦いではなく、コスチュームやサポートアイテムの発明能力にあり、 UA を影から支える縁の下の力持ち的なポジションです。セメントスとヤオモモとパワーローダーが組んだらどんなものでも作れそう。ヒーロー科3年生の担任を務めるスナイプの個性はホーミングです。 USJ 事件がピークの人。投げたものを視認した 600m 以内の標的に当てれるという、一見するとチート個性に見えるホーミングですが、命中する場所は選べず、威力も低いという割と致命的な弱点があるスナイパーです。結構ポンコツな個性なんじゃ。レジェンドヒーローであるレディー・ナガンの個性ライフルはホーミング機能がないにもかかわらず、レディー・ナガン本人の実力だけで3キロ先の急所を撃ち抜けることから、完全な介護官扱いのスナイプ先生は最終決戦でもどこにいるのかわからないほど影が薄くなってしまいました。最終決戦のレディー・ナガンは全身傷だらけの状態でも東京にあるセントラル病院の屋上から200キロ近く離れた静岡周辺を飛んでいた空飛ぶ UA 高校で、敵と戦っている信楽の両手を的確に撃ち抜いちゃってるから、今さらスナイプ先生が登場しても見せ場が作れないよ。 UA 高校の食堂に勤務するクックヒーローランチラッシュの個性は、詳細は不明ですが料理がうまいことです。一番欲しい個性。さまざまなバリエーションの料理を安価で提供するランチラッシュの人気は凄まじく、 UA 文化祭で食べ物系の出し物をやろうという意見が出た際は、どうあがいてもランチラッシュが出す料理に勝てないという理由で、全てボツになるほどに生徒から支持されています。テクの大好きなカツ丼から根津校長用のチーズまで幅広くラインナップされてるのがすごいよね。最終決戦では信楽と戦う舞台となった空飛ぶ UA 高校の損傷したパーツを補給するために、自分の資質を使ってパーツを生み出すヤオモモを大量の料理で支えました。ヤオモモがどんどんムチムチになっていく。 UA 高校発足の時代から看護教諭を務めるリカバリーガールの個性は癒しです。ヒーロー側唯一のヒーラー。怪我をした人にキスをすることで治癒力を活性化させ、重傷者を瞬時に回復させる個性なのですが、あくまで自己治癒力を強制的に高める個性のため、治療には相応の体力が必要になってくるので、連続して重傷を負うと逆に体力が尽きて死んでしまうというリスクのある治癒能力です。そう考えるとエリちゃんの巻き戻しや千咲のオーバーホールってぶっ壊れ個性だよね。どんな怪我でも治せるわけではないようで、度重なる負傷で負荷がかかりすぎているデクの体を心配してオールマイトに注意を促したり、
千咲との戦いで重傷を負ったサーナイトアイを治療するも回復が追いつかず、そのまま亡くなってしまいました。致命傷を治せるような個性ではないってことだね。終章では各地の病院で重傷者を治癒し続けている反動で、シワシワになってしまったリカバリーガールが確認されていることから、限界を超えて治癒をし続けているようで、最終決戦で傷ついたヒーローたちを治癒する体力は残っていなさそうです。個性を使いすぎて先にリカバリーガールが倒れちゃいそうだよ。ということで今回は雄英教師たちの個性について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねを超えたら雄英教師最強ランキングも作ろうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。キルスウルトラ